じゃあ行きたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあやってまいりました。どうも初めましてでございます。今回はですね、スペシャルゲストの方に登場していただいたお越しいただいておりますということで、神谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう見てください、このコントラストもこの真っ黒と片や白とピンクということでね、なんか天使と悪魔みたいな感じになってますけどもね。はい、導入いかがでしょうか。こんな感じでということで、そうしましたらですね、神谷さん、まずちょっと自己紹介を早速なんですけどもいただいてもよろしいでしょうか。もういきなり多分自己紹介いただいた方が多分皆さん声を聞きたいと思ってる方が多いと思うので、まず自己紹介の方お願いします。はい、神谷です。今は歌を歌って踊ってソロ活動頑張ってます。イエーイ、よろしくお願いします。いやー、すごいですね、本当にもうエクストラでね、見て本当にこう多くの視聴者さんたちが胸を打ち、そして涙を流すという、ところでございまして、実は先日、公開されたドキュメンタリー番組の中でとりわけ神谷さんにフォーカスが実は当たっている放送がありまして、でそちらを見て僕生放送でライブ配信しながら視聴者さんと同時視聴っていうのをやってるんですけど、もうこんなんでした。本当にもう涙なんで、喋ろうと思えば喋ろうと思うほどちょっとこう言葉が詰まってしまうみたいなところもあり、そのぐらい本当にこう世の中に大きい影響だったりとかインパクトを残されたんじゃないかなっていうところでございまして、もうその当時から比べるとすごいまた新しい、イメージに変わられてっていうところですけども、最近はどうですか？暑いですけどもまずはちょっとここね雑談からいきましょう。最近どうですか？暑いですけど。暑いですけど、だけど最近は、はい、プライベートで海にいたりとかもしてるし、はい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 。飲み物もたくさん飲んでて暑いのはいい感じに乗り越えてます。乗り越えてます。やっぱいや最近ねインスタグラムで沖縄に行ってらっしゃってっていうところで、しかもまたミュージックビデオが新しいのが出てきたということで、ちょっとそこのあたりについてもお話を伺いたいなというふうに思うんですけども、スイート&サワーという楽曲、沖縄であれ撮られた、そうですね、めちゃめちゃやばいじゃないですか、ミュージックビデオ。なんかなんでしょうね、他の作品も見させてもらってるんですけど、すごいコンパクトなこう設備というか、最低限の状況で最大限のパフォーマンスをするみたいな、めちゃめちゃかっこいいなと思ってて、嬉しい。あれ沖縄のどこで撮った島？そうです。なんか離島に行って撮ったんですけども、iPhone1 個で。すごー、iPhone1 個で。だからクオリティ、編集とかも今自分でしてて、そうだからなんだろう。チープな感じではあるけど、その景色とかが綺麗だからいいじゃんと思ってやりました。編集とかって自分で結構じゃあ携帯のアプリのカップキャットってわかります？最後にカップキャットって出てくるやつですよねTikTok とかでよく見る。はい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 。あれでなんかいつも作ってます、動画とか。そうなんすか？そうです。じゃあコンテンツ開けてるコンテンツもじゃあ基本的にはもうスマホで。そう全部スマホでやってます。 CBD とかもそうだし、はい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 、他の動画、ダンス映像はその友達に撮ってもらってるんですけど、なんかニュージェネレーションな感じが漂ってきますけれども、最近のそのスイートサワー、曲って結構こう歌詞見ててもインパクトというか、一個視聴者さんからも結構コメントであったのが、神谷さんのその書く歌詞のインパクトはすごいよねっていう、僕結構ファイナルボス好きで嬉しい、かっこいいなって思ったりもしたんですけど、今回のスイートサワー新曲ってどういうこうメッセージが込められてるものとかってありますか？考えるとこうやるんですねってなりますね。なんか、その電車とか乗ってる時に私はいつもいろいろ感じて、インスピレーションが。そうですね。普段その歩いて会社も行ってたし、改めてまた出た時に、なんだろう、みんな
な決まった時間でこう会社に行ってこうで朝始発乗った時ももう人がいっぱいで、始発からすごい人ですよね。そうとかそういうのは、まあ、当たり前じゃないですか、まあ、昔私も高校生とかは普通の生活してたから、通学してた時もね、通学してたから分かるんですけど、なんか改めてこの、みんな同じ格好をして、同じ場所に毎日行ってっていう世の中だなってすごい感じた時に、何かなんかだけどそれがみんなの生活の当たり前じゃないですか、私ももちろんそうだし、ってなった時に何かちょっとでもなんか一日のなんかなんか明日頑張ろうとか、今日会社行く前に頑張ろうとか、なんかちょっとの輝きみたいな瞬間になれたらいいなって思って、なんかそのビートを聴いた時とかもなんか結構可愛いけどなんか途中で壊す感じだしっていうのを含めて、なんか日常に一つなんか違うなんか世界を与えたいなと思って。なるほど。でなんか歌詞とかもなんかプライドだったりとか、なんか壊そうとか殺そうとかなんかそういうのをなんか可愛い声で歌ってなんかやって。なんかこう僕も聞いてるとかこう歌詞見させていただいてる中で、確かにすごく飛躍した言葉ではないというか、あくまでもこう現実的な身近な言葉であって、でもそこに一個ちょっとこう、そう確かに今おっしゃってたような可愛い言葉で可愛く刺しに来る感じっていうのがちょっとこうハッとさせられるじゃないですけれども、でも気になるところはやっぱミニスカートですね。てか全部気になります。で中でじゃあまずミニスカートからいきましょうか、どういう曲なのかと。結構刺激的じゃないですか、なんかスカートが好きっていうところ、ミニスカートって超可愛いっていう、ミニスカート履いたことがないんですけどそうなんですよ、すいません、履いたことがないんですけども、でもミニスカートっていいなって思えるその、気持ちにさせていただいた部分もちょっとあるんで、ちょっと聞かせていただきたいなというふうに思うんですけども、どうでしょう。私ミニスカートめっちゃ履くんですね、本当になんか、履いてそうだなというふうに思います。ミニスカートめっちゃ履いてて、けどすごい嫌な目線で見る人とかも多いんですよ。そうですね。結構ギリギリのラインまでのスカートとか履いてると本当になんだろう、ちょっとやらしい目線で見てくる人とかがいるのがすっごい嫌だったんですよねなんか私はあなたのためにそのスカートを履いていないし、自分が今日こういう気分でこういうマインドで可愛くいたいから来てんのに、何そういう目線で見てんのみたいな、勘違いするなよと。そう勘違いするなよって思って書いたんです。だからなるほど、ミニスカートは自分のためだよって、自分が可愛くなるし最強だから履いてるんだから、お前らのためじゃないよっていう意味とかも込め、最初に思ったのはそれです。電車とかでシンプルに「ノー!」っていうね身近な原動力ですよね。プラス可愛いしみたいな、ギャルみたいな感じの、そういうマインドが必要だから必要っていうか、私はなんか結構それで元気つくんです。なんか短いスカート履いて自撮りして今日もいいかもみたいなのが本当に女の子のモチベーションとかになると思うんですね。このネイルもそうだけど、ただこれをつけてる長くて不便だねってみんな思うかもしれないけど、これがあるのとないので本当に一日のモチベーションも変わるんですね。不便だけど、そういうところの大事な女の子のなんか可愛いとかあげる部分をなんか表したいなって思います。これめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思うのは、その自分をあげるとか自分が可愛いとか、今そのギャルっていうワードもかなりトレンドになってるじゃないですか。で例えばインフルエンサーだったらケミオさんとかギャルワードがすごく多いと思うんですけど、そのなんでしょうね、やっぱ自分が自分らしくとかこう輝いてることによって自分を高められるみたいなっていうその考えってもっと多分みんなにいろんな形で当てはまると思うんですよね。だから僕別にミニスカート履かないんですよすいません、履かないんですしネイルもしないんですけども、最近僕考えてます。僕にとってのそういうギャルマインドってなんだろうみたいな、何が上がるかっていうのを自分なりに模索していくのってすごい大事なんだなって思って。いや本当にそう思います。
だからこの帽子とかも被らなくてもいいじゃないですか、はい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 けど多分パッとなんかピシッとすごいパサッと鳥の巣みたいになっちゃうんですよ。そうなんですよ。けど多分あったじゃないですか、はいはいはい今日はインタビューだし、黒で行くぞっていうそうっていうのってやっぱ大事ですよね。めっちゃ大事です。一日の中でそういう自分のファッションだったりとかの、大事にした方が楽しくなる。いやでも本当そう思います。本当そう思います。唯一だから T シャツ選ぶ、やったー、じゃあ今日はデニスロットマン着ていこうみたいな、なんかそういう感じです。子供の頃思ったらミニスカートとかもなんか、やっぱなんか私はなんかセーラームーンだったりとか、プリキュアとかがすごい好きだったから、なんかミニスカート着て「へーしー」みたいなすごい憧れてた時期とかもあって、そういう心も取り戻すっていいなみたいな、あの頃のそういうなんか内容はないよだけどあるよみたいな感じです。シンプルなところですよね。ありがとうございます。お次行きましょう。ファイナルボスですかね。はい。これはどうでしょうか。これを書いた時は本当に結構なんだろう、ファイナルボスのじゃんじゃんじゃんジャズクラブでなんか最初ファイナルボスっていうタイトルは決めて書いてたんですけど、ゲームっぽいなんか世界観を最初書こうと思ったんですね。なんかゲームで戦うみたいな。けどなんかファイナルボス最後のボスってなんだってなるときに、結果最後自分にとってのボスって自分だなって思ったんですね。自分の思考で世の中全部変わる見方も、今もこの例えばインタビューも、自分がすごいこれもしかしていろんな人に見られて、いろんなことを思われるかもしれないっていう思考にもできるし、これめっちゃすごいいろんな人にもしかしたら私の曲聴いてもらえるかもしれないし、いろんなことをなんだろう、またコミュニケーション取ってなんかいい風につながるかもしれないとか、いろいろ考え方で本当に変わるじゃないですか。全然変わりますね。そうだからそこをなんかシンプルに伝えたかったし、から最後ファイナルボスまだまだ間に合うっていうのは本当に、自分はもう私は練習生から落ちたし、もう終わりで、まあいろんなことがあってもう音楽から離れたけど、まだまだ間に合うっていう思考になったら、今も歌えてるしステージにも立ててるじゃんっていう、なんかそこをだから私地球をぶっ壊してとか言ってるけど、本当になんだろう、もう全部変えて頑張っていこうぜみたいな。だから遅くも何もないし、いくつになっても挑戦すれば変わるし、なんか結構挑戦することって恥ずかしかったりしたりとか、成功するのってもうそう分かんないじゃないですか。私は今事務所に入っているわけではないし、本当に近くの人たちと一緒に頑張ろうねって言ってやっていることだから、本当にそれが成功するか分からないっていう状況で、まあ皆さんもそうだと思うけど、私は表現者としてその頑張んなきゃいけないから、だけどそれは多分自分の思考で何にでもどうにでも変えられると思っている、自分のやる気次第で、そこをなんか込めて、あとやっぱ自由な心、グラッチェ自由な心ってあるんですけど、本当に自由に生まれてきてる私たちは別に誰のものでもないし、だから自由な心で表現していく。そしてありがとう、本当に自由ってすごい大事なことだから、そこにそういうのを思って作りました。だから本当は最初はゲームみたいなピコピコみたいな感じを作ろうと思ったけど、いや違うなと思ってこうなりました。自分のまあそういうバックグラウンドとかとも重ねていって、いやでもまだまだ間に合うが、あ、これ多分自分自身に向けてるんだろうなっていうのをすごい感じて、そこでまたグッときちゃって、目頭をこう押さえながらファイナルボスズンズンってなってましたね。まだまだ間に合います皆さん、本当に。いや本当にいくつになってもよね。いくつになってもときめく方に心が。できない理由とかね、なんかこうもう無理なんじゃないかは考えちゃうよね、ついねっていうのはね。ぜひ聴いてください、ファイナルボス。さあそれではラストですね、スイート&サワー最新曲、こちらのちょっとじゃあ歌詞も見つつ、本当にあれ、携帯撮ってるし、もうメイクもめっちゃ崩れてるんですよ。ちょっと思った海にあえてるから顔もめっちゃ砂ついてるし、だけどそれでいいじゃんって、なんかもう正解なんてないし、なんかやっぱ女の子で化粧しなきゃと
か、うんうん海行ってもなんか目いっぱい遊べないこう、うんうんしなきゃとかあるけど、だけどそのプライドも全部捨てて、もう楽しもうよみたいな感じであ、なるほどね。すごい思いました。超シンプルにもうこの海今楽しもうぜっていう。そうなんか誰に見られてる、しかもビキニ、なんかコメントでなんかビキニ悲しいみたいなコメントがあったんですね。なんかビキニ着ててやっぱ露出してるじゃないですか、あのビデオは。でなんかそれがなんか悲しいみたいなコメントがあったんですけど、なんかそれは本当に違くて女の子のビキニイコールやらしいエロいとかは本当に違う、私たちは海に入りたいからビキニを着ているし、そういう格好をしている、で楽しんでる遊んでる、そう可愛いしっていうところをMV では表現したかった、その歌詞以外のところでの表現の仕方として、まあ、確かにビキニなんか偏見ある人もいるけど、だからさっきも言ったけど、君のためじゃなくて自分が着たいし遊ぶために着てるよっていう、で砂だらけだし、それが変ってアイドルっぽくないだけど、別に私はアイドルだったりとか目指してるんじゃなくて、そうアーティストとしてね、一人の人としてね。そうだからなんかそこは違うよっていうのも思ったりとかして、そこをなんか女の子も自信持ってなんか水着とか着ていいと思うし、なんかすっごい体型だったりをすごい気にする人、気にする世の中だと思うんですよ、女の子は特に。けど別に私はMV でめっちゃピヤーンってなってるわけではないし、だけどそれが逆に小さくないとか、それも違う、だって私の体はこうだからそれを愛しているしっていうところをすごい MV の中では、そう伝えたかったです。結構なんか意見もあるけど、いや僕めっちゃ好きですよあれ。本当ですか？すごく砂まみれになりながらもうダッシュしてるところとか銃持ってるやつとかすごくいいですよね。なんか叫んでるこんな感じとか、髪色がピンクじゃないですか、何かこう意味というか、なんかピンクにしたきっかけとかってありますか？すごくちょっと気になってたんですけども。高校生の時からピンクの髪の毛にしてたりしてたんですね。あ、そうなんですか。そう、ピンクの色で活動してた時もそのあって、やっぱピンクはめっちゃテンション上がるしなんか魔法かけてくれるみたいな感じで、なんか好き、小さい頃からピンクが好きだから、またたにピンクにしてるっていうのもあるけど、一番はなんか自分に自信がつく、なんか黒髪でいる時の自分よりもなんかよし行くぜみたいな感じで、うわーっていう感じでなるのがピンクだけど、オラーってなりすぎないっていうか、緑とかだとまた違う自分な気がするけど、なんか可愛いと強さがなるほどできるのかな。バランスいいんですね。確かにちょっとでも可愛さもなってなれるみたいな強すぎないぞみたいなところがあったら面白い。スマホケースもちなみにこれちょっと裏面だけなんか いけますか？どうですか？やってくださってありがとうございます。僕にピントが合っちゃう。いやどうでしょう。はい、というね、非常に可愛いスマートフォンケース、スマホケースもピンクで。これキャンデスっていう、私が次出るイベントのステッカーなんですね。イベントの告知もよかったらしてください。そしたら。ありがとうございます。名古屋で、明日本当にね、これ本当に皆さん本当に大感謝なんですけど、実はこのインタビューエクストラ終わったタイミングでもすぐにご連絡させていただいて、もうどのぐらい早いところで行けますでしょうかっていうお願いをしてですね、今回神谷さんに今日というかこの日の、しかもちょっと夜今遅いんですけどこの時間に、お越しいただいて、今回ですね渋谷のもう皆様おなじみのネクストインダンスさんのスタジオを借りて、撮影をさせていただいているというところでございます。明日名古屋なんですよ。申し訳ございません。お忙しいところでも本当に快く受けてくださっているというところがありまして、皆様本当に感謝でございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかこのいいですか？いいですよ。話してください。このキャンデスっていうイベントがあるんですけど、私はこのイベント最強だと思ってて。もういいですね、最強。はい。ぜひいろんな人に来てほしいなって、東京でももちろん開催してるんですけど、なんかもう
ハロウィンわかります？渋谷のハロウィンって、仮装大会ですね。仮装で、もう渋谷がぐちゃぐちゃになるじゃないですか。カオスですね。だけどみんななんか可愛いですね、写真撮ってくださいとか、なんかもうそういう世界になるじゃないですか。みんなでこう知らない人と写真撮る。そうなんか私はなんかその時に本当はみんなこうしたいんだなってめっちゃ思うんですよ。だから日本人なのに電車の中でも声かけたりとか、こういうなんだろう、仮装しているっていう状態の時ってみんながこうコミュニケーションを取る、海外みたいになんかいいねこの格好とかこれ面白いねとか、でも本当はみんなこう行きたいのかもしれないってすごい思ってるんですけど。深いですねそれ。なんか一個こうなりきっていける自分がいるみたいな。だけどなんかキュンですは、もう毎回ハロウィンみたいな感じのイメージなんですね。なるほど。もう性別も関係ないしファッションも関係ないし、ただ音楽が楽しいっていう一つのつながりでいろんな海外の人も来るし、日本の方も来るし、っていう性別も関係なくいろんな人がその楽しく盛り上がるんですけど、だから私は結構このキュンですっていうのに出させてもらいたくて、まだ曲を出してない時からそのオーガナイザーのN2 って書いてバナナなおかちゃんっていう子がいるんですけど、その子に出させてくださいって連絡してて、でそしたらこう呼んでもらえるようになって何回かこのキュンですに出させてもらってるんですけど、なんだろう、すごい普段そういうクラブのイベントとかも行かない人とかも絶対楽しめると思う。怖くないですか？じゃあ本当に怖くなくて、みんないい人で、なんかあなた最高だよっていうのをみんなが言い合って音楽つながってるみたいな感じなんで、私は大好きなんですけど、写真だけとか見たら私いけないかなって思う人とかももしかしたらいるかもしれないんですけど、もう本当にそんなことなくてそんなことないんだよってみんなもう仲間だよ、音楽好きだしっていうところなんで、ぜひなんか機会があれば来てほしいですね。すごい。なんか仮装とかしていかなくてもいいんですか？普通の格好で。普通でいいです。なるほど。この歌って踊るっていうこういう業界に興味がこう湧いたきっかけとかなんか覚えてますか？小学校2年生2年生でその幼稚園ぐらいになんだろう、地元のスポーツセンターみたいなところのダンスでやってて、習ってて、ダンスがすごい好きな女の子で、とにかくなんか家帰ってきてもダンスを練習してたりとか、小学生の頃からなんか友達と遊ばないでダンスを練習したりとか、ストイックですね、めちゃくちゃ。ママがめっちゃ怖かったっていうのもあるんだけど、ママがダンスを練習しなさいみたいな言うから、こういう感じなんですか？そう、しなさいみたいな感じで言うから、それがなんか日課みたいな感じでダンスの練習をとにかくなんか練習っていうよりも遊びっていう感覚で、やってて楽しくて、で始めて、そしたらいろんなアーティストの海外のアーティストも見る機会があったりとかするじゃないですか、音楽を聴くから。でマイケル・ジャクソンだったりとか、ビヨンセとかの映像を見た時に、なんだこれみたいな、もう小学生だったけどもうなんかやばいインスピレーション、衝撃を受けて、私もなんかこうなりたいってすごい思ったの。ダンサーじゃなくて、なんだろう、前に立ってなんか歌って踊りたいなって、アーティストとしてのそうです、なりたいなって思って始めたのがきっかけで、でそこからいろいろなきっかけが、クラスとか含めて、いろんな声かけていただいたりとかで、なんか歌も習わせていただく機会とかいただいてから本格的になんか目指すようになったって感じです。歴でいうとどれぐらいやってらっしゃったんですかね？やばいです、多分。やばいです。中学生ぐらい、中学生でダンス中学生からアカデミーとかの方とか、もう数えたくないぐらいずっと言ってましたみたいな。いよいよちょっとお話が視聴者の方も気になるところになってくるかなというふうに思うんですけども、X ギャラックスオーディションというかプロジェクト形式だったと思うんですけども、どんなプロジェクトだったっていうか、その概要みたいなところ、ちょっと私ここら辺からですね、ちょっと聞き方がドギマギしてまいります。というのもですね、言える範囲と言えない範囲があるというところでございまして、私も神谷さんも内部を知ってらっしゃる、もう中にゴリゴリいた方なんで、私はどちらかというと視聴者さんなので、
このカメラが回ってない時になんかすごい特別になんかいろいろ聞いてうーとかってなってるっていう感じではないです。皆様と同じような感じで聞いているところになるのでご安心いただければなというふうに思います。なのでもう本当にお話できる範囲でお話ししていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。最初はすごい大人数、15人いて、なんかサバイバルみたいな感じで戦う感じでしたね。サバイバルっていうのも結構もともと言われてた感じだったんです。まあでもデビューメンバーは人数は決まって決まってなかったから、この中から選ばれるっていうのはもう感覚で分かっていたし、レッスン内容とかも結構競い合うっていうのがもう最初から始まってたから、いつその自分がいなくなるかわからないなと思いながらやってました。不安ですよね。我々がよく目にするのはオーディション番組っていうものですよね、見てますけども、そのカメラがその見て回ってて視聴者さんが見てる企画とかじゃないですもんね。余計怖いですよね、それね。うわー、そっか。オーディション番組とか私も見たりしてたんですけど、やっぱその時に行われてるから声が届いたりとかするから、多分現に美術味があると思うんですよ。自分はこれからアーティストになるんだっていう目標もすごい高くなると思うし、けどそういうのがなく本当にもう団体で戦うっていうのだからすごいなんか、頑張るしかないみたいな気合がなんかやばかったですね。いや、なんかこう外の景色が見えない中でずっとやっていく感じですもんね。しかもいつデビューするのかっていうのもまだ見えてない中で、人数も決まってない中で終わりがちょっとこう見えてこないというか、あの空気感みたいなものはちょっと感じる。だからこそ多分皆さんの表情も結構こう硬いというか、すごいもう本当に見てて辛くなってきちゃうんですよね。僕なんかもうそういうちょっと親戚のおじさんみたいな感じで見てて本当にみんな頑張ってくれみたいな、あれ後から見てるからいいけれども、終わったプロジェクトだからいいけれども、これなんか進行形で見てたらもうどうなっちゃうんだろうっていう人が多分大半だと思うんです、見てる方も。だからすごい大変だっただろうなっていうのもありますし、神谷さんリーダーに抜擢されてましたけど、あれどのタイミングでリーダーになったんですか？最初はリーダーじゃなくて、また違う子がリーダーだったんですけど、その子が2ヶ月ぐらいでこうさよならっていう状況になっちゃって、その次に私がそのリーダーにお願いしますって言われて始まったって感じなんで、始まって3ヶ月ぐらいからリーダーやったって感じですね。そうなんですね。プロジェクトの期間でいうと、5年ぐらいトータルでかかってるわけじゃないですか。なるともうそのほとんどが神さんがリーダーで、私が抜けた後、準備期間があったから、そこはそうですけども、ですけど、そこの間長い間やらせてもらいました。それはもうご指名が来る感じですか？じゃあやってっていう、神さんやってくださいっていう。やるのどう思うって言われて、やりますみたいな。もちろんやりますって感じで。そうだったんですね。リーダーとしてのその生活とかってどうでしたか、当時は？私の性格上すごいいろんな人の気持ちをすごい分かってしまうタイプではあるから、この子こうなんだろうな、この子こうなんだろうなっていうのがすごい分かるタイプ。もう見たらもう、そうです。もう今日朝おはようで、もうこうだなとか、全部私の性格がそうです。だからすごい、だからこそ私はみんなとすっごい近い距離で仲良くというか、いい意味でみんなを引っ張ることができたなって思っているし、問題があってもこう頑張ろうっていうのをすごい分かって行動できてたではないかなって思います。いやでも本当にエクストラ見てる方たちは分かると思いますけども、神谷さんに対するもう信頼みたいなものがちょっと桁違いだったんですよね。メンバーの方たちも含めてですけども、絶対的なそのお姉さんでありリーダーであり、そのプロジェクトの本当に何でしょうね、スキルのある先輩っていうところでもあると思いますし、こう生活の中での一人のお姉さんとしてとっても慕われていたんだなっていうところは感じるんですけど、やっぱりそういう気づく部分っていうところがご自身で大きいなっていうふうに思ったっていうところですね。そうですね。
なるほど、めちゃくちゃ大事ですねそれしね。多分私はまあリーダーだから、私が崩れたらみんなが不安になるし、まあ、年齢も上だったし、もうとにかくもう引っ張って、まあ、サイモンさんはプロデューサーとしてなんですけど、としてみんなをまとめてくれてて、だけどサイモンさんはまあ他の仕事もあるじゃないですか、だから本当にメンバーをこう作って、なんだろう、デビューさせたいって思ってもらえることが一番大事じゃないですか。そのスタッフさんたちがこの子たちをいい風にしたいって思ってもらうことが、私たちはこうスタジオを用意していただいて、寮にいてっていう状況で大事だとすごい思っていて、だからもう絶対いい、なんだろう、マインドでずっと行ってそれを見せて、で、まあ、毎回歌のテストとかダンスのテストあってもそこではもう最大限のを出してワクワクっていうのを状況をサイモンさんやスタッフさんのみんながこうやってくれるから、それを超えたものを作ってワクワクをこうやんなきゃってすごい思ってたから、とにかくなんか頑張ってました。いや、ちょっとすごいですよね本当に。ちょっとまたお話飛んじゃうんですけども、それで言うとすごい印象的だったのがエンジンなんですよね。エンジンを組んで皆さんのその掛け声があったりとかで、神谷さんそのエンジンされる時とか、まあこの節目節目ですよねのかける言葉だったりとかっていうところがすごくやっぱこう印象的だったんですけども、例えばエンジンとかっていうのはどういうふうにこう作っていく、神谷さんがあれはなんかこう発案していった感じなんですか？エンジン組もうとか。けど本当にもう超昔だから、そうですよね、ちょっともう本当過去の話を今ね。だけど、なんか多分10人になった時からすごいなんかみんなの団結力ももっと少なくなった分高くなって、やっぱりダンスのテストだったりとかはもう本当にみんなで作ったものを見せるっていう時だから、まあイベントに出た時もそうだけど、必要だったそういうものが、なんか自分たちが信じて一つになるもの、ただこう頑張ろうね、じゃあダメもうそれはもう感覚なんですけど、やっぱ一つになるそのグループ、それは今私ソロでやっててすごい感じるけど、一人だともう一人でこうなるんですよ。例えばライブ出る前とかも、じゃなくてみんなでグループだからこそできること、そのなんかみんなで気合を入れてやっていくことでもっと素晴らしい、なんだろう、行くぞっていうパワーが絶対伝わると思って、相乗効果みたいな。そうです、あれはなんだろう、自然にできました。なんかどうやってできたか忘れたけど、なんか音で楽しくやりたいねとか言ってた気がして、なんかジュンジュンカジュンジュンカがあるから、それこうやってやったらどうみたいな、なんかそれでみんながこうやってイエーイみたいになってみたいな感じで、なんか自然にできた気がします。なんかこうやろう、こうしよう、これ今日してじゃなくて、ここでこうもうちょっとセッションみたいな感じで、なんかで色気とさっきとそれ全部なんかいつもあったんですね、目標として。だからもうそれも全部入れて、詰め込み、みんなが普段思ってることを詰め込むみたいな感じでやってました。そうだったんですね。あのワード一つ一つがすごいなと思ってて、そこにこう動きもついててすごく楽しそうだなあれすごいなって本当に思ってて、そこはやっぱり皆さんがあれ実は普段から気にしてた大事なポイントっていうものを最後またこうスローガンで掲げて、そういうことだったんですね。ずっと待ってる時間とかあったりするんですよ。そのテストが始まる前に待ってる時間みたいな。その時に3回ぐらいとかやったことあります。まだ来ない、もう一回やってくれ、やって待って。そう、一列になって、でもここでみんな一列になるからやってやってまだ来ない、一回やってこうみたいな。本当にとにかくアーティストさんの映像だったり音楽をもうめっちゃ見る、もう他にやることがないぐらいだったから、
でもう絶対立つ絶対立つ絶対ステージに立つみたいなのが毎日それがただそれだけだったと思います。なんかあとコンビニのお菓子とかもう本当にそういう小さな目標とスーパー行くので嬉しかったし、コンビニでなんか今日はチートデーって言ってみんなでご飯買うのが楽しかったし、体調管理もありますしね。そのなんだろう、本当に小さな幸せ、例えば同じ夢を見たメンバーともうそれだけでやばいじゃん、でも最高じゃん今日みたいな、なんだろう、もう本当に今思うと小さなことで幸せを感じたし、小さなことはありがとうと思っていたし、今日天気がいいね本当にありがとう頑張ろうみたいな、そこが多分一番勝手にそう大事になってたんだろうなと思うから、それは今でも忘れたくないなって思うけど、すごい難しいことなんですよね。難しいですよね。そうだからそこのギャップも最初は大変でしたけど、今こう話して私もすごい思い出します。なんか大事にする、人間として大切にしなくちゃいけないところをすごい感じてました。いやそれみんなでやるっていう中で、周りの人がやっててそこにジョインするならまだ分かるんですけど、リーダーじゃないですか、それを作っていくそのムーブメントの中心にいるっていう台風の目の、これがすごいなっていうふうに本当に思ったので、いや結構なカリスマ性だよなっていうふうにちょっと思った部分もあります。今なんかちょっとお話ししてても温かいですね。はーって感じです。なんかこういう感じです。はい、失礼しました。失礼しました。振り返られる範囲で、当時をちょっと振り返ってみて、ちょっと今お話ししながら過去を思い返してみながらですけれども、どうですかね、当時を振り返ってみるとどんな自分だったかなっていう。なんかこの話をするとき私もう本当に話せなかったんですね。もう毎回泣いちゃうし、ちょっとトラウマじゃないけどもね。だけど、今また自分の新しいスタートを切れているから、なんかやっと平気になった話ではあるけど、全然無理のない範囲で、今も別に平気ではなくて、本当にすごい、リーダーとしても目指していたデビューなので、本当に衝撃だったのはすごく覚えていますね。なんだろう、こういうこと夢かなみたいな、昨日までデビューするぞって言ってやってたのに、もうその日のその発表の前までデビューしようっていうのをみんなでこう話してまとめてたのに、その私がデビューできなくなったっていうのを聞いて、なんだろう、もうあれみたいな、なんかよくわかんないですよね。よくわかんなかった。なんか道があると思ってこう歩いてて、いきなりなくなってスッっていう、スッて落ちたみたいな感じで、すっごく悲しいとかじゃなくて、よくわからない感じ。いやそうですよね。味わったことない経験だし、衝撃だし。けどK-POP の世界って結構多いじゃないですか、本当に。なんか多分もうリーダーとしてっていうのが大きすぎて、なんかその時も落ち込んじゃいけないんだってなんか思っちゃってたんですよ。自分の中で、落ち込むんだけど、いやダメだよなこのマインドみたいな、今ここでネガティブになるマインドじゃないんだよねきっとみたいなのがもうあって、その本来ある感情みたいなのを押さえつけるかのように。だから普通は多分今の自分でこの様子をなったら多分やばいんですよ、もう。けどその時はリーダーの自分がいるから、平気だよ平気だよってなんか迷惑かけないようにしなきゃじゃないけど、私がここで崩れたらみんなが不安になるっていうのがもう多分一番にあって、だからすごいなんかその時はなんか家とか一人になって寮を出たりとかしてから気づきました。やばさがっていうか、なんかこれが現実なんだっていうのを気づいたから、その落ちてしまった時っていうのは、いや大丈夫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 、これでも私はいけるんだっていう、なんだろう、マインドだったから、そんな
ーってなんなかった気がするんですよね、自分の中で。なんかすごいそうでした、うん、ビハインドのやつ、ドキュメンタリーのやつ見てても、最後までしっかりと、もうリーダーたる振る舞いで手紙を残して最後、去っていかれるっていうところだったので、マジかっていう、見てる人たちみんなもうっていう嘘だろみたいな、そんな無理だよって、もう自分たちだったらにみんな投影しちゃったんですけど、その我々の感情を上回るその何でしょう、振る舞いをして去られてたのが神谷さんだったので、もうどういうことなんだろうみたいな、すごすぎるってなってたんですよ。そういう意味での涙みたいなのも結構、多分僕は僕で涙してましたけど、見てる人たち全員多分本当泣いてて、あの瞬間みたいな。でも今なんかお話聞いて合致したのは、もうリーダーとしてのマインド、もうその思考回路みたいなものが自然とやっぱ働いちゃってたんですね。だから波がやばかったです、泣いていいけど、ダメ見せちゃうみたいな、この波ですごいいたから、なんかその瞬間は多分平気でしたね、平気なんだって、なんか言い聞かせてこういう運命なんだっていう気持ちですごいいました。なるほどね、そっか、まあ多分そのあたりの振る舞いとかも多分メンバーの方たち見て、多分こうお別れっていうところだったと思うので、そのあたりも大きいと思いますけどね。みんなが多分絶対辛くなるっていうのが分かってたから、ここで私がもうなんかメソメソしてたら多分本当にダメだって思ってましたね。でお手紙の中でまたこれ「へその緒」っていうワードがあったんですよ。これだけちょっと気になっていて、へその緒っていうのはなんか神谷さんが作ったというか、なんか普段から言ってたんですよね。なんへその緒でつながってるみたいな、私たちにみんなを一致団結させるときに言うワード、それは神谷さんがなんか言って、多分そうだったと思います。へその緒なんてね、言葉おかしいって言ったらあれですけど、そんぐらい熱い絆だいぶですもんね、へその緒って生まれた瞬間のあれじゃないですか。しかもみんなとっていうか、普通お母さんとつながるものをみんなとこうつながってるっていうぐらいの絆だよねっていう。で今回へその緒っていうのは実際今 XG さんたちの掛け声にもそのままなってたりとか、あとはへその緒っていう曲が次の多分ミニアルバムで出るんですよね。だからそれぐらいへその緒っていうワードが XG さんたちにとってすごく大事なものになってるんだなっていうのは見ていてずっと感じてた部分だったので、今回番組で最後に神谷さんが書かれてた「へその緒」っていうところでもう全員の鳥肌がうわーってなって、伏線回収じゃないんですけども、ここで出てきたかへその緒っていう言葉だったということで、まさにそのへその緒っていう言葉でみんなをこう勇気づけて一つに束ねてきたっていうリーダーであると。ちょっと一旦、私瞑想とかめっちゃ好きだったんですね。てかココちゃんも今めっちゃ瞑想してるんですよ。私が教えたんでしょめっちゃ思ったよ。だってそしたらですね、ちょっとここから、今実際に XG のメンバーになられた皆さんについてのお話もちょっとリーダー神谷さんから見たその当時のでもいいですし、今なんかこう思い出される印象とかちょっとお話聞けたらなっていうふうに思うんですけども、まずジュリンちゃん、どんな子ですか？ジュリンちゃんどんな方ですか？ジュリンは私は小学校の時から仲良しなんですね。もう長いんですね、本当に。一番長いです。でなんかオーディションになったら絶対ジュリンいる、どっか行ったらジュリンいるで、もうってなってたら必然的にレッスンを毎日一緒みたいな感じになって、もうずっとほぼ毎日小学生から一緒にいた存在なんですね。けど昔から変わらずめっちゃ、芯が強いです。誰よりもなんかぶれないし、けど繊細な部分もあるから、よく話は2人でいろんなことしてたんですけど、なんかじゃあ相談にも乗ってあげたりとか、なんか姉妹みたいな感じです。みんなそうなんですけどみんな本当に姉妹みたいな感じなんですけど、なんかジェリン
と愛理は似ているところもめちゃくちゃあるけど真逆な部分もあって、すごいなんだろう兄弟みたいな感じでした。なんか本当に今のなったジュリンと多分愛理が見てたジュリン、本当に多分違うんですよ。ジュリンが今リーダーとしてやっているからそこのなんかどこまでこうなんだろう、そうかそうか、多分ジュリンはすっごい考えてまた新しいみんなを支えるっていうことを本当に誰よりも考えてストイックにやっている、なんかそこだと思います。なんだろう、本当に私はリーダーだったんですけど、そのまあジュリンはダンスリーダーとかやってて、でだからなんだろう、私が悩んでいることだったりを多分一番なんだろう支えようとしてくれてたと思います。そのリーダーとして私がやっていることが大変なんだろうなっていうのを多分ジュリンがすごい近くですごい考えて、じゃあジュリンどうしたらいいとか、なんかすごい聞いてくれてたし、私もジュリンにすごいたくさん話せたなと思います。なんかなんだろう、すごい自分がやるべきことっていうのをちゃんとやり遂げる力がある子だし、だから多分愛理ちゃんの助けになりたいから言ってほしいっていうのをいつも言ってくれてましたし、すごいですね。けど多分みんなやっぱ自分のことで練習生の時、まあレベルが決まってないからみんな自分のことで精一杯、だけどまあ私はみんなのことをこう見ている中でやっぱジュリーは愛理のこともすごいみんなそうもちろんそうなんですけど、気にしてっていうかすごい力になってくれました。気にかけてくれて、声もかけてくれてっていう、めちゃめちゃ頼もしいですね。そうなるとね。ありがとうございます。なんかすごく伝わる部分もありますし、まあだからこそ今のリーダーのジュリンちゃんがいるんだなっていうのを感じますよね。なるほどなるほど。そしたらお二人目ちさちゃん。ちさちゃんどうでしょうか。ちさちゃん。ちさと。だけど本当に私とちさの関係とかでもいいんですか？あ、いいですよ。もちろんもう何でもいい何でもいいです。ちさとはもうめっちゃ喧嘩もしていいですね。もうやばい喧嘩もう携帯投げるみたいな関西弁でちさめっちゃ怒鳴るとか愛理もめっちゃ怒るみたいなのとか、もうちさとはめっちゃもう超なんか昔からなんだろうやり合ってきたぞっていう。そうだけど、だからこそもうちさの笑いのセンスも絶対愛理が拾ってました。もうそうなんだ。もう愛理もちさが分かるんですよ。もうこれこうなな。でもそしたらもう愛理はもう絶対突っ込むし、で愛理がなんかあったらちさは絶対突っ込むみたいな、もうちさと愛理はなんかめっちゃなんだ面白かった。なんか男兄弟みたいな感じですかね。そうそんな感じだと思います。愛理ちゃんって言ってめっちゃふざけるみたいな、愛理がもう絶対笑うなって分かってるからもうやりたくてしょうがないんですよ。なるほどなるほど。笑かそうと。そうなんかそういう感じ。兄弟。みんな兄弟の違う兄弟みたいな、一人一人が。なるほど。1条2条3条4条みたいな感じで。ジュリーは言ったら双子みたいな感じかもしれないですね。逆に言ったら。なるほど。思い出したら、共通点も結構あったりとか。そうもうずっと小さい頃から一緒にあるし好きなものも一緒だしこうだしって本音で結構こうぶつかり合えるっていう、みんなも本音でぶつかり合ってる、みんなと本当に本音でぶつかり合ってきたけど、ちさとは本当に一番やばいぶつかり方をして、だけどそれがめっちゃいい思い出。そんなことできないから。そんな人いないですよね。そういないから全力で携帯投げに行ける人なんていないですよ。愛理が投げたんですけど。投げたんだ。だけどもうちさもねみたいな。けどもうそれももう超笑い話で、もうジュリンが泣いてて、それ見てジュリン泣いてみたいな。だけどその後ちさのベッドで寝ました3人で。超狭いベッドの中で。本当の川の字ってやつですね。そう。それやばいな、面白い。いいですね。超思い出。でもその次の日からもう笑い話で。全然いい思い出です。なんかそういう意見をするのもみんな最後までやりきってまたこう次に行くみたいなねところなんですかね。ありがとうございます。そしたらお次ひなたちゃん、どうでしょうか。ひなたちゃん。ひなたはそのなんだろう、なんかツイッターで回ってきたので愛理の
ひなたの絵に愛理がなんか目つけたみたいな、なんかロッカールームの絵みああ、たいな、はい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 。そういうのがあったんうん。が映ってたらしいんですけど、なんかそういう感じで、なんかひなたアニメ好きなんですけど、そうですね、お好きですね。うんうん。私もすごい好きで、練習生の頃から、うん。でそのなんだろう、アニメの情報交換とか、今ここ見てるけどどうとか、なんだろう、趣味的なところとか、あと私も絵を描くのがすごい好きだったから、なんかそういうなんだろう、心のなんだろうな、小さいスペースなんか、なんかこう憩いの場所じゃないけども、アーティスト、アイドルになりたいとかそういうのじゃない自分のところで、とか趣味とかなんかね、そう、ご飯好きなのも一緒だったりするんですよ、なんかお菓子の趣味とか。はいはい。何が好きだったんですか、それは。なんか忘れちゃったけど飲み物で、カルピスじゃなくて、白いだって赤いラベルのなんか飲み物があるんです、ピクルスですか。じゃなくてあ、ピルクル。じゃなくてピクルスは酸っぱいやつ。ピルクル。ピルクルでもなくて、なんかあるんですよ。出てこない。出てこない。いや、だけどもうその種類、カルピス、ヤクルトなんちゃらみたいな。ピルクルじゃない。ピルクルじゃない。じゃない。なんだっけ。まあ後で調べて写真出しておきます。その種類をもう2人永遠に飲んで、今日あったらナイフとかもあるんですよ。なかったねって言って、ゆずレモン炭酸みたいな、あるじゃないですか、セブンの。もうそれ次はこれだねって言って、なんかめっちゃなんか好きなもの、なんかみんなと好きなものだから、もうみんなと好きなもの一緒だ、今こう考えると分かんないもん。振り返っていくと誰と好きなもの一緒だったっけみたいな。ゆずレモンは違う人だったかみたいな。いや、ひなた。あ、それはひなたちゃんなんですね。なんかそうなんだろうけど、なんかほんとお父さんってみんな言ってますね。例えばなんかお水変える時あるじゃないですか、ウォーターサーバー。めっちゃ重いじゃないですか。重いです。はい、ひなた、お父さんって言ってもうみんな無理なやつをもう一人はいできたよみたいな。ウォーターサーバー係そう、もうとか力持ち係、もうそれを軽々やるんですよ。そうだからもうお父さんって言って、なんかなんだろう、お父さん的存在みたいな、可愛い見た目でなんかいつものほほんってしてるのにやるよみたいな感じがめっちゃお父さんっぽくて。なるほどね。なんか頼もしいですね。そう、頼もしい。頼れるっていうのは本当にそういうとこなんだ。なんかみんなをすごい見てる、静かに見守っている感じだからすごい。わかります。なんかそこにいつもいてくれるみたいなね。大事ですよね、そういう人ってね。本当ね。面白い。ちさちゃんからのひなたちゃんのギャップがすごいですね。ちさはみんなの笑わせてくれる担当って感じですかね。ありがとうございます。そしたらハービーちゃん。ハービーちゃんはどうでしょうか。ハービーちゃんも私は小学生から知ってて、ずっとなんかジュリンと一緒です。もうずっと同じ長くて、でもなんだろう、本当に兄弟、兄弟、もうなんだろう、もうジュリンちゃん、ハービーちゃんはとりわけ兄弟感が強いみたいな。もうなんか一緒にいすぎて、もうなんだろう、もう兄弟なんだろう、もうなんかもう兄弟家族みたいな感じになっちゃってて、そうもうなっちゃっていることが自然みたいな。エイミーは、そうか、エイミーちゃんですね、ハービーちゃんというかね。そう、エイミーは言ったら一番やばいかも、シンガー。強い。ぶれないです、自分の表現とか何も。そうなんだ。好きなものというか、なんかこれっていうものが決まってて、自分はこう自分のスタイルとかだったりとかも誰よりもぶれない気がします。わかんないけど、なんかそういうのをじゃあ生活の節々で感じたりとか。そうです。あったんですね。可愛いものとか全部好きなものが一緒でした。なんか確かにハービーちゃん最近スマートフォンのケースとか、最近ちょっと前でしたけども、結構宇宙っぽい、なんか人の目がギャンギャンに描いてあるやつとかが多くて、なんかちょっと今思うと神谷さんのこの世界観みたいなところと近いのかななんていうふうに。めっちゃなんか可愛いねとかやばいねって思うものがいつも一緒。ちょっとこうキモ可愛いみたいなものとかも好きだったりとか、あとなんか例えば画像とかでこの人知ってるって言ったら知ってるするでやばいよねとか、アートとかだったりとか作品だったりとか、同じものをこう見て
感じてましたね。感性の部分が結構。そうです、感性。だけどジェリーもそうですね。ジェリー・エイミーとは感性の部分、センスの部分だったりとかがめっちゃ似てましたね。昔から一緒にいるっていうのもあるかもだけど。なるほど。なんかファッションとかも似てくるんですか、そうなると。そうです。エイミーとは結構似てた気がします。好きなものとか。そうなんですね。なんか神谷さんファッションもすごいもうずば抜けてるじゃないですか。そのおしゃれの元みたいなのはやっぱりジュリンちゃん、ハービーちゃん、そして神谷さんのその3人が結構もう元からハイレベルなお二人と一緒にいて、神谷さんもそこにいてっていうところで、もしかしたら神谷さんのなんかこうセンスみたいなものの影響を受けてるのかもしれないです。逆もしっかりだと思いますけど、そういう作用があったって感じですかね。多分そうです。昔からファッションみんなで見に行ったりとかなんかしてたから。3人で一緒になんかそうですね、ファッションのイベントとか行ったりとかしてたから。おいくつぐらいの時にファッションのイベントに行くんでしょうか。高校生の時とかです。なんか今のインフルエンサーの子たちもそうじゃないですか。高校生の時からこう行ったりとか、また時代は違いますけど、そういう感じで行ったりしてて、周りにおしゃれな子がすごい多かったから、なんかそこの部分ではなんか感性、センスとかはもしかしたらなんか磨かれてたみたいな。かな。わかんない。ハービーちゃんのお話の方、すごく僕素敵だなと思うのは、すごくゆっくり丁寧に喋られるじゃないですか。もうあんな感じなんですか。昔からそうですし、もう初めてぐらいの時会った時にいつもこれはもう笑い話でいつも話すんですけど、こうご飯の食べるスピードは、なんでそんなに遅いんですか。本当にこれは本当にリアルで、だからもうそんくらいも丁寧。そうなんだ。けどめっちゃ面白いこととかもするから、もうそのギャップがもうやばいです。最高。なんか宇宙人ってよく言われてましたけど、そんな感じなんですね。食べるスピードがすごくゆっくりだそうです。だけど早くなっていきました。だからもう逆に私とかもみんなみたいな感じだから、そうなんかそれになんか多分合ってきましたから。だけど遅い方です。ピザとかもみたいな感じです。最初はでもすごい遅かったわけですね。次ジュリアちゃんですね。ジュリアちゃんはどうですか。優しい子。優しい子。なんかすごい優しい子。ジュリアちゃんも関西の方。そうですね。優しい子なんですよ。もうなんだろう。なんか適当に優しい子って言ってるんじゃなくて、本当に優しい子だから。マジな優しい人。そうなんだろう。なんかじゃあ気を配ってくれたりとか、かけてくれる言葉が優しかったりとか、振る舞いとかっていう。そうです。なんか何も感じたことがない変ななんかそうか、めちゃめちゃ透明なんですね。じゃあもうピュアというか。そうピュア、めっちゃピュア。一番ピュアだ。一番ピュア。結構皆さんピュアだと思うけど、あの頃今わかんない、みんなと会ってないからだけど、練習生の頃とかはめっちゃピュアで、なんか安心するなみたいな。なるほどなるほど。なんかそうか、そのまま行ってほしいみたいな感じですよね。ジュリアちゃんの歌声とかってちなみにどうですか。もうやばい、もう昔からやばいから、もう常にずっとやばいもん。そしたらマヤちゃん。マヤはなんか超妹、自分のなんかもうめっちゃ似てるんですよ、性格が。おお。みたいな。イエーはすごいですよね。もうその感じがもうマヤっていつもイエーみたいな感じで、なんか妹みたいな感じのなんか感覚でした。なるほどなるほど。みんなそうなんですよ。だからなんか全員に被っちゃってるかもしれないけど、なんかマヤのあるじゃないですか、あげみたいな。そうですね。でもそれもいやそうだよねマヤみたいな。それめっちゃあんな感じなんですね。それがもうめっちゃ一緒。バイブスが合うみたいな。バイブスがマジで一緒。なんかマイメンって感じですね。そうマイメン。あのまんまだそうです、マーティンちゃん。あのまんまです。面白いな。次行きましょう。ココナちゃん。ココナはもうマヤとあれは練習生の頃の印象ですよ。ジェリーとココナが似てて、アイとマヤが似てるみたいな。
ほなんかわかりやすい。なるほどなるほど。わかりやすく言うと上と下上と下の組み合わせで、ジュリンちゃんココナちゃんで、神谷さんマヤちゃん、みたいな組み合わせなんだ。愛のイメージです。なるほど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 。でもなんかわかる気がします。わかる気がします。確かに確かに。って感じですね。すっごいここがストイックだし、自分はこうやる遂げるみたいなの強いし、めっちゃ考えるし。はい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 。じゃあちょっとまあジュリンちゃんと似てるなって思う。こう今見た時に、この並びを見てなんか確かに似てるなみたいな。まあみんな似てるんですけどね、本当に一緒なのなってっちゃいますよね、一緒に一緒に。あれだけ暮らしてたらね。でもなんかこう皆さんの性格みたいなところでもうなんかこう近いものがある人たちが集まってるのかなっていうのもなんか見ていて感じましたね。そこはね。ココナちゃんはどうですか？なんかこうスキルとかもすごくやっぱり。いやでもやばかったです。やばいです。やばい子がいるなみたいな。最初とかもやばいラップしてて。もうラップしてたんですか？あ、そうです。でもその時からなんか有名というか、やばい小学生がいるみたいな感じでした。小学生、そっか、小学生だったのか。そうですね。感じで知っててみたいな。で私初めて会った時も話しかけたことがあって、合宿みたいな。もっと XG より前になんかそういうプロジェクトのためにあった合宿とかあったんですけど、周りやばい子がいるって言って話しかけに行った。話しかけに行ったんですか？どうやってそんな子やってるのみたいな。でだけどその時はまあ喋ったことないし、ココナからしたらすごいお姉さん。お姉さんが来てね。そうだから緊張していや。みたいな感じで、だけどもう愛が気になりすぎて、なんでこんなにすごいんだろうみたいな感じで、最初の出会いの時はそうでした。もう自分から話しかけにガツガツいって結構コミュニケーションお化けなところはありますか？もしかして今はそんなことないんですけど、昔はでも結構どんどん話しかけに行って、今もでも結構ね雰囲気はねだいぶ輝いてらっしゃいますけどなるほどね。じゃあもう本当に若いっても本当ちっちゃい頃からちょっとまあ有名だったというか、すごい子いるよっていう方だったと。だけどジュリアとかナナとかもそうです。年齢が離れていたから、そっか、この3人はレッスンが一緒になることがなかったんです。そのプロジェクトが始まる前は。けど知ってました。その歌がうまい子がいるよねっていうので有名になりました。ジュリアちゃんとかマヤちゃん。で私たちはまた1個上の世代だから交わることがなかったんですけど。世代間でいくと、じゃあこの上のハービーちゃんでひなたちゃんはちょっと遅れてだったんでしたっけ？全然知らなくて、このプロジェクトで初めて出会って、千葉は関西だったんですけど、関西で歌がやばいよねっていうので、みんな東京にいたわけじゃないですもんね。それぞれのエリアにいらっしゃってっていう。でもなんかあそこにすごい人がいるらしいぜみたいな話ってやっぱ出るんですね。とかなんかあったりとか、なんかお仕事で行ったらあったりとかして、お友達になったりとかで、自然に千佐とかは一緒にいましたね。なんか遠かったけど、なんか集まる時は絶対千佐もいたし、楽しかったから一緒にいて。はい。でひかるちゃん。ひかるはまあひかるとも兄弟なんですけど。千佐ともちょっと似てるけど、千佐ちゃんとひかるちゃんがちょっと似て愛理の関係。なるほどね。もうひかるがふざけて突っ込む、で愛理が変なことしたらもう何やってんすか愛理さんってもう一番早く突っ込む。なるほど。何やってんすか。もう分かってる愛理をどういじればいいのか。なるほどなるほど。めっちゃ私年上だから、なんかあれじゃないですか、なのに分かってるんですよ。だからもうそれがめっちゃ面白くて、よく愛理とひかるの動画とかみんな撮ってました。言い合ってるみたいな、ふざけてコントみたいになってる感じが。面白い。でひからめっちゃ面白い。私分かりますか？普段の映像とか見ててももうあのまんまです。すごいこうふざけるというか、なんかこうなんでしょうね、センスよくこう入れ込む感じがうまいな。そう、好きな笑いなんですよ。わかります。僕も好きです。なんか分かってるなこの子みたいな、面白いをちゃんと知ってるなとか、面白いを楽しんでる感じがいいなと思って。でだけどめっちゃ真面目だし。でも愛理さんみたいな感じだったんですか。なんか結構ひかるさんってこう敬語で話されてるイメージがあったなと思って、なんかこの
上下に皆さんちゃんとしっかりしてるというか、なんかないやーみたいな、なんとかちゃーんっていうなんとかさんなんとかさんみたいな。だけどそれはそうです。あー愛理さんだし、だけどうまい。あーなるほどね。なんか距離のいい可愛感じの。くなっちゃう。そう。だあから光なら言われてもいいかみたいあーなな。るほどね。可愛いなんかみんなそうだけど、なんかうんそういう感じです。だからみんなにすごい愛される。やっぱそうなんだ、ひかるちゃんそれこそ今ケプラー行ってもそうですけれども、ガルプラの時とかもすごいこういろんな人たちから愛されてるっていう。いや本当にそうなんだろう。愛され屋さんなんだ。愛され屋さんですね。ああなんとも魅力的でございます。めちゃめちゃ応援してたんで、そうですね投票してたんで僕が「かずちゃん頑張ってください」ってやってたんで、なんかわかります。ありがとうございます。あとレイちゃんどうでしょうか。レイはもう今も連絡取ってるんですけど、レイは面白くて、なんか私は全部のグループ、全部のなんか合宿とかでグループ組まれる時に絶対レイとヒカルと一緒だったんですよ。へえ、はい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 。絶対一緒のチームだったんですよ。だからもうめっちゃなんだろう、練習とかも一緒に共に乗り越えてきたし、課題とか時のグループたまたま絶対なる、本当に落ちた人たちって言ったらあれだけど、が毎回こうなって、私はだからジュリンとかと同じチームになったことがないんですよ。そうなんだ。いつも私ここの行ったメンバーとなったことがないんですよ、一緒のチームに。へえ、またそれは稀有な、なんとも。そうなんだ。今考えるとです。韓国合宿行った時も絶対9時とかもあった気がするんですけど、絶対にならなくて、ジュリアとかもないかな。ジュリアとかはなったことあるかもしれないけど、ヒカルとレイとはめっちゃその戦う勝負みたいな時に絶対同じチームだったから、なるほどなるほど。そうだけどなんかレイもすごい明るい子なんですね。もうめっちゃ明るくて、いつも手紙をくれます。そうなんだ。そうなんか私まだ家にもみんなもからももちろんお誕生日の時ももらったことあるし、けどお誕生日じゃない時とかに、例えばなんか話を解決しましたとかの時に、本当にありがとうございましたみたいな手紙とかをレイは絵とか描いて「あいみちゃん」って言って渡してきて、でそれはなんかめっちゃ嬉しかったですね。今でもそうです。心すごいですね。今でもすっごいなんか私の曲聴いてくれてるとか言ったりとか言ってくれてて、なんだろう、すごいまだその XG の絆っていうものをすごく大事にしていて、本当にすごいわね。すごいわね。そうすごいわねなんですよ。そしたらですね、ラスト、このお方ということでサイモンさん、今振り返ってみてどうですか、サイモンさんは。サイモンさんはすごい私が練習生だった時に、やっぱり信じて、多分エキストラとかでも言ってると思うんですけど、俺を信じてやってみたいなことを本当に常にやってくださっていたから、なるほどなるほど。私もリーダーだからこそそのことはめっちゃ誰よりも感じて、じゃあ頑張ろうってすごい思っていたし、なるほどなるほど。だからなんかかけてくれた言葉、そのだったりとかスキルの関係とかもすごい誰よりもこう親身になって教えてくれたし、もうすごいだからこそ今もこう自分がダンスだったりとか歌の面でその練習生の期間に教わったこととかがすごい生かされてると思うから、すごいありがたい存在ですし、この間も一緒に会ってお写真ね撮ってらっしゃいましたもんね。久しぶりに会ったんですけど、やっぱり変わらずなんかお兄さんじゃないけど、そういう気持ちに本当になぜかなるんですよ。会うと本当に会ってなかったのに久しぶりになんだろう、不思議。それは多分ずっと練習生だった期間が長かったからだけど、一緒にいた期間があって、そうすっごくなんだろう、なんかそれは不思議です。会ってなかったのに会ってたみたいな感覚、わかりますか？はいはいはい。全然なんか久しぶりに会ってるのに全然そんな感じがしないというか。
っていう感じでな存在ですね、やっぱり。まあなんかその当時のままの空気感というか、そうです。サイモンさんサイモンさんみたいなあのまんまでした。あ、そうかそうかそうか。なんかでもまた神谷さんの中でも大きく成長されて、またこう会ってみるっていうところでの感じ方の違いだったりとかもあると思いますし、多分そこはサイモンさんもなんかこう感じていらっしゃるところもあるかもしれないですよね。だからいろいろお話できました。前の練習生の頃のサイモンさんと私というよりも、また一私は神谷としてこういろんなお話もできたので、なんかそうか、今度は一もアーティストとして神谷さんとしての練習生の頃ではなく、だからすごいいい話ができたなって思ってます。またちょっとこう大人になってお話ができたっていうところですかね。ありがとうございます。じゃあジュリンちゃんに一言は、みんなにも一言なら、じゃあみんなに一言。じゃあ全員に一言でもいいし、まあ代表してジュリンちゃんリーダーだからジュリンちゃんでもいいし、どっちでも。分かってるよ、ジュリンのことは誰よりも。みんなのことも。見てくれるといいな。見てくれるといいですね。2XG 様へってやっときます。そしたらタイトルそれにしときます。うわ。なんかもう画面に近づいてとかでも全然いいですよ。多分これはもうXG さん用なんで。今の XG さん、まあちょっとどうだろう、見れるかどうかっていうところももちろんあると思いますけど、どう見たりとかは？その練習生の時に見ていた、憧れの、ステージというか、ステージだし、音楽、私もずっと聴いてた音楽ではあるし、そうですよ、歌ってましたもんね。一緒に踊ってたし、マスカラなんてね。だからそれをなんかみんながこう再現っていうか、もう実現してよかったなっていうその思いがある、プラス私ももしかしたらここにいたかもしれないっていうのは最初は大きかったです。マスカラが出た時とか、ティピトーズとかもそうだし、シューティングスターとかも最初はその時の気持ちが大きかったですね。私はもしかしたらここにいたのかなとか。ですよね。そう、それはやっぱり結構最初の方はなんだろう、自分のなんだろう、あんまりなんか応援するよっていうのっていうよりも、あの頃のことを思い出すなとか、そっちの方が大きかったけど、今はそのなんだろう、みんながその、韓国に行って、日本人で戦ってやっていたりとか、その私は一番みんなの大変さを分かれる存在だと思っていて、ああいう環境だったりとか、そのやっぱりずっと見られている仕事ではあると思うし、大変なことはたくさんあるじゃないですか、練習生の頃よりも今はたくさんの人に見られるようになって、また違う大変なものが増えているだろうし、もちろんグループの関係とかもそうだし、そういうのをやっぱり一番なんだろう、分かってあげられる存在は、変わらず私でいるんじゃないかな、いたいなとも思うし、そうって思うとすごいMV だったりとか完成する期間までの練習生のこともの期間を知ってるし、だからすごいみんなが嬉しいと思うし、楽しいと思うし、だからそこは本当に素直にこれからもその日本の代表するアイドルグループとして突っぱ抜けてほしいし、って思って今は応援すごいしてます。私はまた違う形で頑張ろうと前を向いているから、逆にもしかしたら私が音楽してなかったら見れなかったし、聴けなかったと思うんですけど、
私はまた違う形、違う道で本当に進んでいるから、いつかなんかみんなにまた会えた時に、私はこういうふうに頑張ってるんだっていうのを自信を持って、胸を張って話したいし、そうなれるように私も頑張ろうっていうモチベーションにはなっているから、本当にモチベーションは XG のみんなにいつか会うが本当にモチベーションになっているから、音楽とかも聴いて、よし頑張るぞっていう日もあるし、刺激としてこう取り入れて、自分の糧にもなるっていうとは本当に思ってます。いや本当にだからすごいですよね、マジで。もうここでまた音楽の道に戻るっていう戻るじゃないですかこれって。その選択もそうですし、そこから僕だったら多分聞けないよなっていうふうにやっぱり思っちゃうところではあると思うんですけども、でもそこでもやっぱりこうまたプラスにというか、自分が前に進んでいくっていうその選択を取るっていう上でのその思考みたいなところは多分その練習生の頃からのあの頃と全然多分変わってないんだろうなっていうふうに思うところではあるので、なんか僕も今お話をすごい聞いていて学びというか、本当にその考え方必要だなというか、多分境遇違うけど似たような人たちも世の中たくさんいると思うんですよ。でそういう人たちの方が僕多いと思うんですよ、世の中。成功してる人ってもう本当ここじゃないですか。ですごく輝いて見えるけど、やっぱそこを破れてしまった人たちだったりとか、とりわけ若くしてそのピラミッドの世界に行かなきゃいけないというところの、過酷な、一個大人の世界みたいなところにいた方でもあるわけなので、なんか多分今のこういうお話がもっと多くの人に多分これ刺さるんじゃないかなっていうか、届くものになるんじゃないかなっていうふうに思って今僕もお話を聞いていたところでございます。ありがとうございます。すごい方ですすごい方だ本当に。いやなんかもうだから XG さんたちがなんで今これだけ頑張っていけてるのかなっていうのは、エクストラ見た方たちはみんな分かるんですよ。神谷さんがいたんだねっていうところに帰結した最終回だったんですよね、結局見た時に思ったのは。でそれをこう番組的にも見せたかったのかどうなのかってちょっと分かんないんですけど、ただ見てる人たちが全員もう同じ認識になってるんですよね。神谷さんっていう人がいなかったらもうこのチームは多分なかったんだろうなみたいな、もうそのぐらいまでのやっぱりところだったと思いますし、でもなんかこう今の時点でのお話とまたこれ3年後5年後っていうふうになった時にまた神谷さんがこう上り詰めたところのステージと XG さんたちがこう一緒にまた共演するっていうのは多分本当にでも結構あるんじゃないかなっていうふうに僕はなんとなく見てて思うところもあるので、なんかそこでの共演とか再会みたいなところが一個また目標に僕は見てみたいなっていうふうに思うところでもあるので、 YouTube で微力ですけど微力と書いて微力ですけどはいという感じでたくさんお話聞いてまいりました。たっぷりお話を聞かせていただきました。今日どうでしたか？初めてのインタビューというところでございましたけどもどうでしたでしょうか？すごいまず一つは嬉しくて、なんか私の過去の思い出をこういうふうに美しいいい思い出だったなっていうふうにすごい思いました。こう新さんの他のリアクション動画とかでも話してくださっていたけど、こういうふうに感じてくれたんだっていうのが一番大きくてやっぱり自分だって自分の過去だけど、それが逆にこう新さんがなんか泣いて何かの何かを感じて、そうくれたんだなっていうのってすっごい素敵なことだなと思っているし、エキストラも、そのすごい出て、いろんな思いにはなったけど、すごい、良かった過去として私も変わったので、すごいこうお話ししてくださって、ありがとうございました。もうこちらこそありがとうございました。言葉がね今ねわかります。このまとめって結構難しいんですよ。いや本当に嬉しいです。私はだし絶対いろんな感情にはなられてると思うので一番多分いろんな感情になられてると思うからこそお気持ちというかねすごく分かるところでもあるんです。僕も結構こう人が何を持ってるかこうやって
ってなる人なんで結構分かる人なのでなんとなくもう気持ちは分かるところでもあるんで、ただエクストラがあったからこそ今こうしてお話を聞けるっていう機会もいただけてるわけでございますので、絶対にこれをプラスに前に進めていくっていうのもこれマジで絶対大事だなと思ったんで、もう今日からもう寝る瞬間からこれから帰って寝るだけなんですけども始めていきたいなというふうに思っているところでございます。そしたら最後ファンの皆様に向けて画面の奥の皆様に向けて、はい、コメントお願いします。見てください。ありがとうございました。私はこれからもまた XD さんと違う道で頑張っていくんですけど、私の頭の中のものを見てください。宇宙が広がってます。楽しんでくれたら嬉しい。でもただ楽しいっていう感覚を私は届けたいので、なんか一日の中でご飯食べてる時にちょっと ND や楽しいとかもうそういうぐらいの小さなあなたの存在になりたいので、ぜひ見てください、聞いてください。よろしくお願いします。リンクたくさん貼ってありますのでよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。夜遅くに本当にもう。ということで本日のスペシャルゲストは神谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。